こんにちは。今回の動画ではまだ間に合う来年お金と運気を上げる6つのステップをご紹介します。2025年も残すところあと5日となりました。もう無理と諦めてしまうのも、来年のために今から準備をするのも自分次第で来年が変わってきます。まだ5日もあります。来年お金や運気を上げたい方はぜひ最後までご覧ください。お金と運気を上げるステップ1つ目、今年使わなかったものを手放す。今年使わなかったものは年末だと分かりやすいのでおすすめです。1月から12月まで一度も使わなかったものは手放すチャンスです。すでに物を減らしていて、来年に向けてさらに物を減らしたい方は1年ではなく1ヶ月1週間と期間を短くするのが良いと思います。私のおすすめは玄関収納、キッチン収納、クローゼット収納、リビング収納、洗面所収納といった収納ごとに中身を出して今年使っていなかったものをとりあえず仕分けていきます。いる、いらないで分けていると判断がつかなくて時間もかかりますが、使ったか使っていないかで分けると感情が入らないので判断も早いです。やっているうちにスピードもどんどん上がっていきます。この1年の間に使っていないもので、冠婚葬祭で使うものや冬の寒い時期だけ限定して使うものなど、そういったイレギュラーなものがあれば、それが使える状態か今のサイズと合っているかなどを確認してから手放すかを判断するのが良いです。1年使っていなかったものはその後も使うことがなく、私の場合は持っているだけになっていることも多かったです。限定的に使うものはできるだけ少なく持つと無駄もなくなります。高い家賃や高いお金を払って買った家なのに使っていないものでスペースを埋め尽くしているなんてもったいないですよね。今年はあと5日もあります。今更としまい込んでしまうのではなく、まずは玄関収納だけでも見直してみてください。きっと運気の流れも変わってきます。お金と運気を上げるステップ2つ目、いらないものを売る。1年使っていないものでまだ使えそうなものはリサイクルショップに持ち込むのがおすすめです。まだ使えるのにとか、高かったのにとか、ブランド物なのにと思っているものは売れる可能性も高いです。1年使わなかったものを一気にリサイクルショップに持ち込めば、片付くだけでなく売れれば少しでもお金に換えることができます。メルカリは出品中に置いておくスペースと出品する労力や時間を時給に換算すると全然得をしていないということもあるので、年末はすぐに手放せるリサイクルショップがおすすめです。お金と運気を上げるステップ3つ目、来年の予算を考える。年末に今年使ったお金を振り返り、来年の予算を考えます。予算を考えると言われると難しそうだし、拒否反応を持っていた私ですが、わかる限りの年間支出や特別費を書き出すだけでも不安を感じながら過ごすことが減りました。この時期に考えるメリットは、ボーナスの使い方を間違えなくて済むことです。クリスマスや年末だからと頑張った自分へのご褒美をあげたいところですが、現実的に考えて
やめた方がいいことに気づくこともあります。家計簿をつけてみると、毎月の変動費や固定費とは別にかかってくるものがあります。例えば定期や学費、美容院代や洋服代、病院代や車の保険や車検や税金など、こういった毎月払わないけれど支払う金額が大きいものを把握して予算を考えるだけで安心して暮らすことができます。安心してお金を使うこともできます。以前の私はこの特別費というものを理解していなくて、お金の管理ができず、急な支払いに青ざめていることが多かったです。来年は何をしたいか、どこに行きたいか、何を学びたいか、どこにお金を使ってどこにお金をかけないかを考えるのはとても楽しいですし、家族で話せば何よりお金をかけたいことが明確になって、他を削ることや節約に協力的になってくれることもあります。急な予想外の出費があった時にも削れる予算がないかなど調整もしやすくなります。お金と運気を上げるステップ4つ目、お礼参りをする。年末のこの時期に今年1年の感謝を伝えるためのお参りをします。家から近い氏神様でも良いですし、今年お参りに行った神社でも良いと思います。この1年何もできなかったとか、良いことなんてなかったと思っている人でも、食べるものや着る服や雨風しのげる家があること、今生きていられることに感謝をしてお参りをすれば、今年も良い年だったと思えるはずです。物事の受け取り方は自分次第でいくらでも変えることができます。どんなことも感謝の気持ちを持つことができれば、物事は必ず良い方に進んでいくはずです。何者でもない私の動画をたくさん見ていただけることに感謝を忘れず、来年も頑張っていきたいと思っています。お金と運気を上げるステップ5つ目、使い古したものを買い替える。年末だからと買い替えるのではなく、よれが気になっている下着や薄くなっている靴下、私のようにすり減ったスニーカーなどがあれば年内に買い替えます。年末にご褒美だから何か買おうと買い物をするのではなく、仕事の道具や毎日着る服や毎日使う寝具や調理器具など、今確実に使っているもので劣化しているものを年末に買い替えることで、新年に心地よくスタートが切れて効率もアップしやすくなります。実際に私はパソコンを買い替えました。バッテリーが劣化して使い方も制限されてしまっていましたが、買い替えたことで作業効率が良くなって編集も楽しくなりました。高価なものなので迷いましたし、もったいないかなと先延ばしにしていましたが、実際に買い替えてみたら劣化した状態で使っている方がずっともったいないということに気づきました。来年良いスタートを切りたかったら、必ず使う劣化したものは投資だと思って買い替えるのがおすすめです。お金と運気を上げるステップ6つ目、今年使ったものを磨く。今年1年使った道具や靴や財布、家の中などを拭き上げます。たくさん使ったものを厳選して磨いてみたら、使っていないものがどれだけあるのかもわかります。物がたくさんあると手入れをするのが難しくなります。靴が10足あれば全部を大切に磨くのは大変ですし、面倒に感じて結局やらなくなってしまいます。必ず使う大切なものだけに厳選できると、手入れをするのも簡単になりますし、愛着を持って長く愛用できるようになります。我が家も床はいつもブラーバにお願いしていますが、年末は手で隅まで拭くようにしています。靴や財布も汚れを拭き取って
オイルを塗って、また来年もすぐに使えるよう準備をします。調理道具や仕事道具などもきれいに拭いて、来年すぐに使えるように整理しておきます。日頃使うものを磨いておけば、やる気や効率がアップするだけでなく、道具も長く使えるようになります。いかがでしたか？今回の動画では、まだ間に合う、来年お金と運気を上げる6つのステップをご紹介しました。1年の終わりに感謝を込めて身の回りを整理すれば、お金や運気もアップしていくはずです。特に使っていないものを手放すと必ず良い方向に進んでいくので、まずは使っていないものを整理して手放してみてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。